ご紹介に預かりましたモニカ・ビンチックと申します。このイベントに招きをいただき、大変光栄と思っております。また、日本伝統工芸世界の代表者たちにお越しいただき、とても嬉しく思っております。どうぞよろしくお願いいたします。今日は日本語で頑張っております。今回の発表では、メトロポリタン美術館における日本工芸収集史の歴史を19世紀後半から20世紀中頃までまとめてご紹介したいと思います。一つの特徴として、日本美術の収集の出発点は工芸であったという点が挙げられます。本日の発表では、アメリカ人コレクター8人を取り上げて、それぞれの収集活動の方法や個性、さらには当時の古美術市場の様相についてもお話ししたいと思います。メトロポリタン美術館の起源は1866年、フランス・パリに遡ります。この時、アメリカ人の一団がアメリカ国民に美術と美術教育をもたらすため、美術館を設立することで合意しました。さまざまな個人の入浴により、1870年、メトロポリタン美術館は正式に法人化されました。美術館は現在のフィフスアベニューと82丁目にある場所で一般公開を開始しました。建築家カーヴェル・ウォーとジャコブ・レイモーによってラスクイン法ゴーシック様式の最初の建物が設計され、その後、建物は大幅に拡張され、1888年以後に建設されたさまざまな増築部分が現在では元の建物を完全に取り込んでいます。建築家で美術評論家のラッサー・ストージスは、メトロポリタン美術館の創設者の一人であり、理事も務めてました。1876年には、日本から新たに流入した美術品が西洋における装飾美術、考古学、民族学への教則の関心の高まりと同時代的な現象であると強調しました。スタージスは日本美術をフランスやイタリアの中世美術と比較し、シンプルで理解しやすく、装飾的なデザインに満ちていると評価しました。ジェームズ・ジャクソン・ジャービスは、アメリカにおける美術収集の改正に多大な影響を与えました。彼はまた、日本美術に関するアメリカで最初期の著作の一つである A Glimpse at the Art of Japan の著者でもあり、また1879年には彼の普遍的な美術館構想を示しました。偉大な美術館とは、各国の大小さまざまな美術を系統的に収集し、年代順に整理し、部門や流派に分類した上で、効果的で美的な全体像を示すものであるべきである。傑作には名誉ある位置を与えつつ、研究や比較が容易になるように展示を構成すべきであると述べています。この構想はメトロポリタン美術館の正式な理念とほぼ同一でした。教育と学習はメトロポリタン美術館の使命の中心にあります。1870年の設立憲章において、美術館の教育的目標は、美術の研究を将来発展させ、芸術を製造や実生活に応用し、関連分野の一般的な知識を向上させること、そしてそのために広く教育を提供することと定義されました。1879年には、木工や金工に関する職業訓練の試験的なプログラムが美術館によって開催されました。今日ではあんまり知られていませんが、1881年にニューポート在住のスティーブン・ウィトニー・フィーニックスがメトロポリタン美術館に移蔵した最初のコレクションには、およそ200点の日本工芸品、その中でおよそ130点の日本の漆器、主に蒔絵が含まれていました。フィーニックスはニューヨークの名門商家に生まれ、弁護士として卒業し、ヨーロッパ、中国、日本、シリア、エジプト、西インド諸島を広く旅し、訪れた国々の歴史に強い関心を抱きながら、妥結してコレクションを改正しました。彼の漆芸コレクションは1873年に
ダグラス邸で美術館が開館した当初から対応展示として一般公開されました。彼のコレクションの一つの目玉としてこの立派な掛け硯箱が挙げられます。蒔絵で立派に施されているもので、このスタイルは小網家が将軍家のために作った作品を制作していた時代の作業を水準しめています。非常に立派な作品で、私がこの作品を5年前美術館に展示しました。1870年代、アメリカの主要都市にジャパニーズ・ノベルティストアと呼ばれる日本または日本風の商品を販売する店が次々と開店しました。1870年代半ば頃から織物、陶磁器、漆芸、さまざまな家具類などの工芸品が家庭装飾の重要な要素となりました。ニューヨークではブロードウェイにあったベンタインズが日本美術品を販売して、その中には江戸時代の作品も含まれていました。これらの店は中流階級および上流中流階級の顧客層の志向に応えていました。1873年のウィーン万国博覧会の後に設立された東京の企業交渉会社もニューヨークで現代美術品、いわゆる明治の工芸品と古美術品の両方を販売してました。ホームデコレーション、アートインターチェンジ、アートアマチュアなどの雑誌には日本美術に関する広告や記事がしばしば開催されました。日本の美術品で装飾された高級の住宅の室内はアーティスティックハウスの紙面で図版入りで紹介されました。1870年代は工芸への関心が高まった時代であり、その背景には1876年のアメリカ独立100周年博覧会やイギリスにおけるウィリアム・モリスの活動がありました。1877年にはイギリスのデザイナークリストファー・ドレッサーが日本美術を探求するために来日し、その旅の中でティファニー社のために販売用および技法やデザインの見本となる日本の工芸品を収集しました。ティファニーがインテリアデザインスタジオを開設したとき、彼の協力者の中には日本美術を熱心に収集しているサミュエル・コールマンや日本美術とデザインに強い関心を共有していたエドワード・ C ・モアがいました。モアはギリシャ・ローマのガラス、イスラムの金工品など蓄えせた品質の多様な媒体による工芸品の膨大なコレクションを築き上げました。さらに漆工、染色、陶磁器、印籠や根付、優れた竹工芸品など日本の多様な工芸品も含まれていました。これらの作品は著名な銀細工師であったモア自身や彼が監督したデザイナーたちにとって重要な着想源となりました。このコレクションは1870年代から890年代初頭にかけてニューヨークの美術市場で入手可能であったものを反映しています。モアが日本を訪れた証拠は見つかっていません。作品の多くは万国博覧会で紹介された明治期の工芸品であり、同時に江戸時代の陶磁器、染色、陶装具、印籠、や根付もコレクションに含まれています。モアはブロードウェイの東洋美術販売しているベンタインズや企業交渉会社のニューヨーク支店を通じてこれらの作品の一部を入手しました。日本が初めて国家事業として正式に参加したのは1873年のウィーン万国博覧会でした。この博覧会は政府が主導し、民間と連携して開催されました。東京大学のドイツ人科学教授ゴットフリード・ワグネルは出品作品の選定において重要な役割を果たしました。彼は日本が機械製の工業製品を描いていたため、熟練した技術を示す美術工芸品を中心に展示する方針を決定しました。当時、日本は西洋の最新技術を学び、産業を発展させることを強く望んでいたのです。
製品の流通を円滑にするため、政府が外国人居留地の貿易商標を介さず、直接輸出を推進しました。企業交渉会社は政府が支店した企業の一つで、1876年にニューヨーク支店を開設し、その後、杉尾博道が代表を務めてました。同社は、エドワード・シーモアが特に関心を寄せた高品質な金庫品を販売していました。ニューヨークの購買者たちは、ベンタインズ氏の店で取り扱われる多彩で豊富なアジア美術品に魅了されました。モアもこのお店の常連客でした。モアは1860年のパリ万国博覧会で自らの作品によりメダルを受賞し、1876年のフィラデルフィア万国博覧会でも表彰され、その後も多くの栄誉を受けました。1876年のフィラデルフィア万国博覧会は、アメリカにおける日本ブームのきっかけとなりました。日本政府はさまざまな美術館の大規模な展示を講演しました。同じ博覧会でティファニー社は日本風の文様を取り入れた今後金属製の作品を含む約125点の銀製品を出品しました。モアがデザインしたこの銀製花瓶は明治時代の筆筒に着想を得ています。特に渋市と合金の銀象眼で高象眼で製作されている雲とトンボが注目するべき。全く同じものではないんですけれど、明らかに作品の影響を与えています。花、植物、昆虫、動物など自然から着想を得たモチーフはモアにとって特別な関心の対象でした。彼はこれらの消息要素に加え、象眼など日本の金工技法の多様なバリエーションを綿密に分析し、それらを活用しました。モアが生み出したジャパニーズスタイルはティファニーの成功に大きく貢献しました。またこの珍しい日本の印籠なんですけれども、木目という技法で制作されていまして、モアにとって非常に興味深い技法であり、それをまた分析して自分の日本らしい木目金を発展して、このシガレットケースとメッチケースはティファニーで発展した木目金の技法で制作されました。モアの約600点に及ぶ日本美術コレクションは1891年にメトロポリタン美術館に移蔵されました。このコレクションは寄贈後間もなく館内で展示され、壁には日本の能装束や着物がフレットに飾られた。また前の展示ケースの下には初代早川将校祭による大型の竹籠が置かれていました。さらに展示室の奥のガラスケースには唾、小塚、縁頭などのものが展示されていました。これらのアジア美術の展示は学生や芸術家にとって重要な教育的な役割を果たしました。1876年、ヘンリー・オハーヴェマイヤーと彼と友達になったサミュエル・コールメンはフィラデルフィア万国博覧会を訪れました。この博覧会は美術工芸への関心の高まりだけでなく、東アジア美術への関心の進展も示していました。ハーヴェマイヤーはこの博覧会で日本の錦、蒔絵作品、また印籠を購入しました。これが彼のアジア美術収集への関心が深まるきっかけとなりました。彼の2番目の妻、ルイジンは仏業や精緻な能装束から唾、印籠、蒔絵、そしてさまざまな茶器に至るまで幅広いコレクションを築き上げました。彼らの日本の染色品や能装束への関心はタガスデズ屏風の見事な人揃いの習得にも現れています。ハーヴェマイヤー夫妻のコレクションはフランスのジャポニズムの感性を体現するものであり、この趣味はルイジン夫人と画家メリー・カセットの信仰によっ
ってさらなる発達を遂げました。1891年、ハーベイ・マイヤー夫妻はニューヨークのイースト66丁目1番地に邸宅を構えました。その内装はサミュエル・コールマンとルイ・スティファニーによって設計され、レンブラントの肖像画、印象派の絵画、デガーのブロンズ彫刻、そしてアジアの絵画、染色品、工芸品が飾ってありました。日本の工芸品は単独な展示品としてだけではなく、邸宅の内装デザインの着想源としても用いられました。記録によれば、コールマン氏は日本の名高い蒔絵師、律王の作品をインスピレーションとして選んだ。律王の作品は豊かな色調とオリーブ色の風合いをたたえ、常に彼の前に置かれた。彼は自ら酸性染料を発明し、それを用いてオーク材を染色し、美しさと透明感に双方において踊るべき成果を得た。音楽室は邸宅の小コートの中心であり、日曜午後には音楽会が開かれました。この部屋は日本の蒔絵コレクションと中国の師匠を展示するために設計され、金色を基調とする華やかな調和が特徴でした。1892年撮影の音楽室写真には、蒔絵の箱類が陳列されたガラスケースや、装飾的な蒔絵額に収められた漢文美人のついたてが写っています。ハーベイ・マイヤーコレクションの一つの目玉として、この18世紀頃の立派な繭作り箱が挙げられます。この松竹梅の模様の背景には、また木目の模様が施されています。また、ユキオ・リピット先生の話とつなげて、ハーベイ・マイヤー夫妻はチャールズ・ラング・フリエーやエンス・フェンノローザとも親交がありました。1906年、夫妻はデトロイトでフリエーのコレクションを朝から夜10時まで2日間かけて鑑賞しました。フリエーはフェンノローザに当て、彼らは展示を見て完全に圧倒されていた。もちろん、私はコレクションの最良の部分、優れた屏風や掛物、陶器の約4分の1、そして執工品や青銅器のいくつか、さらにウィスレーの作品も見せた。光悦の屏風や初期の仏画、中国絵画がハーベイ・マイヤー氏を本当に驚かせたと報告しています。この渓流心情草木図屏風は1904年にパリで行われた事業コレクションの競売で尾形健山の作として出品されました。フリエーもこの屏風に狙いましたが、落札には至ざる。2月18日、代理で入札したシグフリード・ビングにこういう手紙を出した。低い屏風、健山とされたものの値段には本当に驚いた。誰が落札したのか、落札者は酔っ払ったではなかったのかと書き送りました。ビングはベルリン美術館が45,000フランまで競り上げ、最終的にハーベイ・マイヤー氏が山中商会を通じて5万フランで落札したと返答しました。しかし、実際には山中がハーベイ・マイヤーの上限を超えて入札したため、ハーベイ・マイヤーは山中への支払いを拒否しました。この屏風は1915年にメトロポリタン美術館が山中商会から1万1000ドルで購入しました。これは同年に新しくエイジア美術担当学芸員に就任したオランダ出身の画家、中国当時の愛好家ボッシュライツによる最初の重要な収蔵品でした。この屏風はフェンノローザのシナ日本美術史1912年の出品において本阿弥光悦の最高傑作の一つとして紹介されています。また、春の画面の屏風は後にハーベイ・マイヤー家が昇給して1936年にメトロポリタン美術館で再開を果たしました。ハーベイ・マイヤーコレクションは1929年にメトロポリタン美術館に移蔵されました。例の屏風も展示されていました。
1890年代になると、裕福なアメリカ人が日本を訪れることは珍しくなくなりました。ニューヨークに実践家であるバレンタイン・エヴリット・メイシーとチャールズ・スチュワート・スミスは、わずか4年の間にそれぞれ新婚旅行で日本を訪れました。メイシー夫人は1896年の新婚旅行で日本陶磁器を429年を購入して、また1923年にメトロポリタン美術館に寄贈されました。その中には優れた鍋島焼きの作品もたくさん含まれていました。チャールズ・スチュワート・スミスは日本の陶磁器をフランシス・ブリンクリーから入手しました。ブリンクリーは明治時代の歴史的社会的変革を目撃した数少ない外国人の一人でした。彼は有力な英字新聞ジャパンメールの編集者箱人であるだけでなく、日本文化の歴史家であり陶磁器コレクターでもありました。ブリンクリーは明治初期から陶磁器を収集し、文部省博物局の役人で考古学者でもあった蜷川典胤が陶磁器史に関する情報を提供し、さらにいくつかの重要な作品を彼に売却しました。メトロポリタン美術館の理事であったチャールズ・スチュワート・ミスは1892年にブリンクリーから日本陶磁を入手しました。1893年彼は468点の陶磁器をメトロポリタン美術館に送付しました。直接横浜から美術館に出発しました。ブリンクリーが集めたコレクションには高品質な平戸焼き、鍋島焼き、伊万里焼き、清焼きに加え、茶碗や茶入れなどが含まれ、日本陶磁に関する彼の卓越した監視観と学識を示しています。1907年頃、美術館に展示されたスミスコレクションの一部と、1930年代に美術館のグレートホールバルコニーで展示された焼き物の展示風景、こんな感じです。1913年にメトロポリタン美術館に移贈されたベンジャミン・アートマンの日本漆器コレクションは、ヨーロッパの絵画や中国陶磁のコレクションの陰に隠れがちでした。アートマンは1880年に初めて海外に渡航し、その中で中国と日本を訪れました。彼は1882年にはすでに中国陶磁の収集を開始しており、最初の購入はアンリ・デュヴィンからであり、その後も彼を顧問兼ディーラーとしていました。アートマンの5番街の百貨店では東洋の美術として絨毯部門がありましたが、室内装飾部門や装飾小物の中にも東アジアの美術品が並んでいました。1913年のアートマン遺贈で大体70点の日本漆工品がメトロポリタンに収蔵されました。アートマンの詳細な購入台地によると、彼は主にオークションでこれらの入手してました。これらの作品は18世紀フランス宮廷で流行したロココ趣味を反映した小型の蒔絵香箱が多く、ポンパドゥ夫人やマリー・アントワネット王位のコレクションとも共通する証拠でした。19世紀後半のヨーロッパではロココ復興の流行とともに、再びこれらの蒔絵香箱が人気を博しました。日本の蒔絵工房は江戸中期の輸出漆器スタイルを取り入れた工具や香箱を製作し、西洋美術市場での人気に早くから応えました。アートマンはこれだけではなく、このような立派な江戸中期ぐらいの蒔絵も収集しました。彼のギャラリーで日本の漆器が中国の陶磁器とヨーロッパの絵画と一緒に並べでした。大体のロココの雰囲気になってます。最後のコレクターになりますが、ニューヨークのルイ・リドーは1920年から日本の焼き物と浮世絵と染色品を収集することになりました。まずボシュライツと仲良くになって、またボシュライツの後任としてアラン・プリストが就任した時からアラン・プリストの仲間になりました。1932年、レドゥは山中貞次郎から入手した9点の素晴らしい能装束をメトロポリタン美術館に売却しました。レドゥの能装束や着物は
1880年の明治維新以前、能が高位武士や幕府にとって重要であった時代に池田家、平瀬家などの大名家によって収集されたものです。稲葉の国、現鳥取県の池田家が1919年6月に定期スタイルを競売に出した記録が残っています。1935年、エレン・プリストはルドー収蔵の能装束を含む能装束展をメトロポリタンで開催し、大盛況を抑えました。ルドーの展示準備に協力し、その後、日本の有力者への書簡で、能装束展は13万3000人以上の観客を集めたと誇らしげに述べています。また、野村正次郎は13歳で最小の染色品を手に入れ、1908年に京都新門前通りに刺繍専門店を開きました。彼は日本国外の主要のコレクターや美術館に染色品を販売し、1914年もボストンで今朝を中心にした展覧会を開催し、また図録も出しました。ルドーも野村からいくつかの能装束と小袖を入手しました。1959年にはエレン・プリスが野村が所有した長袖屏風と彼の膨大な装束コレクションを組み合わせた豪華な展覧会を企画しました。野村コレクションにあった能装束の一部は後ほどメトロポリタンに寄贈されていました。まとめとしては、日本の文様の多様性や精緻な技術、そして後には日本美術史そのものに関心を寄せてコレクターやデザイナーによって形成されたこれらの日本工芸のコレクションは現在およそ9000件の作品を要するメトロポリタン美術館の日本工芸美術コレクションの基盤となりました。これらの作品に関する調査研究と展覧会は現在も続けられており、新たな作品も継続的に収集しています。また、美術館の包括的なコレクションという独自な環境は、日本の工芸を世界的な文脈の中で位置づける上で大きな役割を果たしています。ご清聴ありがとうございました。ご紹介いただきましたリピットです。よろしくお願いいたします。ワシントン DC の国立アジア美術館は海外で特に充実した日本美術のコレクションで有名です。近年までフリーアギャラリーという名前で知られていたこの美術館は1923年に開館しましたが、アメリカの実業家チャールズ・ラング・フリーアーがスミソニアン協会に寄贈したアジアの古美術コレクションを所蔵し、中でもご覧いただいている俵屋宗達筆、松島図屏風のような国宝級の美術品も含まれています。寄贈者であったチャールズ・フリーアーは鉄道の貨物や車両を製造する会社を経営して莫大な富を手にし、1880年代終わり頃から日本美術を美術を集め始めましたが、45歳で会社を引退すると没する1919年までの20年の間、収集活動に没頭しました。はじめはイギリス在住のアメリカ人芸術家ジェームズ・マクニール・ホイッスラーのエッチングや絵画に関心があったものの、ホイッスラーの影響により日本美術にも関心を持ち始め、本格的に日本美術の収集に取り掛かるようになりました。やがて絵画や陶磁器を中心とする巨大なコレクションに成長し、晩年は韓国、中国、エジプトや中近東の美術品にも視野を広げていきます。フリーアーはそのうちスミスソニアンと協定を結び、コレクションが国に寄贈されることになりました。フリーアーギャラリーが一般公開された時点では、作品数は約9470点を数えています。国立アジア美術館は数年前に設立100周年記念を迎えましたが、1919年までフリーアーのコレクションが所蔵されていたデトロイトのフリーアー邸についてはあまり知られておらず、本日はこのフリーアーの邸宅についてお話ししたいと思います。この邸宅でのフリーアーのコレクションが当時どのように展示されていたのか、
彼が自らの収集品をどのように考えていたのか、さらに後はワシントンのフリアギャラリーへと展開する前史として分析を加えたいと思います。フリアハウスは20世紀初頭のデトロイトやアメリカにおける日本美術の需要、当時の日本美術工芸が組み込まれた現設空間や思想史、そして世界におけるジャポニズムの歴史を考え直す際に重要な意味を持ってくるのです。このような問題意識に基づいて、モニカ先生のご発表に続いて、私は外国から見た日本美術文化というテーマからフリア邸について考えてみます。フリアの邸宅は1892年、デトロイトのフェリー通り33番地に完成しました。で当時フリアはミシガン州に本社を置くペニンスラカーカンパニーという鉄道車両の製造会社の副社長でしたが、フィラデルフィアの建築家ウィルソン・エアに設計を依頼し、デトロイトの高級住宅街に家を建てました。完成した建物は屋根だけではなく、外壁も杉のシングルで葺かれたシングルスタイルという様式であり、東部ニューイングランド地方の別荘建築にしばしば用いられていました。このシングルスタイルをアメリカの中西部に転用した点がフリア邸の特徴の一つになります。1919年にフリアが亡くなり、そのコレクションがワシントンに移りますが、その2年後、フリア邸を購入したのはメリル・パルマースクールという学校組織でした。建物は幼稚園、そして若い主婦向けに家政学を教える学校として生まれ変わりました。そして後ほど1981年に学校はデトロイトのウェイン・ステート大学に吸収され、現在では同大学の幼児教育センターとして使用されています。すでにミシガン州の歴史的建造物としての指定を受けていたフリア邸ですが、1980年代になると地元の建築士家に重要性を認められるようになります。中でもトマス・ブランク氏はワシントンにあるフリアアーカイブを拠点に邸宅の設計や建設の背景を詳細に分析し、フリア邸に関するご覧の書籍を出版しています。フランク氏の労作によってフリア邸は地元でも少しずつ注目されるようになり、建物の損傷や改築や改装によって建設当初の原型が失われたことを問題視する声が上がりました。やがて友の会が組織され、現在はこの会を中心にデトロイトにおけるフリアのレガシーの見直し、教育普及活動、寄付金の呼びかけ、保存、復元の活動が続けられています。私も活動に参加していますが、ここで注目したいのはこの建物の外観ではなくインテリアです。フリア邸のインテリアには非常に珍しい装飾が施されており、ここから当時の日本美術の需要や置かれていた環境を垣間見ることができます。まず注目したいのは邸宅のメインホールにおいて四季のイメージが取り入れられていることです。ファイアープレース、暖炉ですね、その東西の壁にはフリアと親交のあった画家ドワイト・チュライオンによる複数の絵画がかけられていましたが、主題は春、夏、秋、冬を扱っており、全体の空間が四季をイメージするものとなっています。でこうした表現は、欧米の邸宅の内装では大変珍しいと言えます。東洋や日本では古くから建築の内部空間の四方四季、つまり、東、南、西、北に春夏秋冬の季節を書き出すことが行われてきた。中国の陵墓の内部の壁画、日本の源氏物語に記されている六条院の室内の構成、平等院鳳堂の壁画、あるいは桃山時代の京都寿光院のように禅寺の北条の襖絵に四方四季の構成が見られます。フリア邸の四季の絵画は循環して配置されているわけではありませんが、ここで特に注目したいのは暖炉の裏側の空間に回り込む形で季節の移ろいが示されている点です。またその反対側にはあけぼの、海、朝、海、夜というチュライオンの作品が展示されていることにより、朝から夜に至る一日の時間の流れも表現されています。
つまり邸宅に免れた客人たちは正面の玄関に入ったところから四季と一日の時間の循環する小宇宙に足を踏み入れることになるのです。フリーアーは1906年と1911年にご覧の2つのギャラリーを邸宅内に増築しました。コレクションが拡大するにつれ、美術品をじっくり鑑賞するための観覧室が必要となってきたのです。19世紀、一般的な絵画の展示方法は壁面の高いところや低いところなどさまざまな位置にかけるというものでした。しかしここでは絵画が同じ高さに整然と並べられ、観覧者の目の高さに統一するように設計されていました。でこのギャラリーにはホイスラーの油彩画などもかけられていましたが、これらを他のさまざまな絵画や工芸品と比較しながら見ることもありました。ご覧の写真のように日本の絵巻物は横長の画面で比較するのは難しいですが、何とか工夫しながら見たようです。一見すると目立ちませんが、フリーア邸のギャラリーには日本建築からのインスピレーションを得た要素も少なくありませんでした。設計と増築を担当した建築家たちに対し、フリーアーは日本建築を参考するように進め、彼らにエドワード・モースの日本の住まい内と外という書物を送っています。これは英語圏で流通していた日本建築に関するほぼ唯一といえるものでした。日本建築や日本家屋とつながりのある要素はギャラリーのどの部分にあるのかは明確ではありませんが、自然光をたっぷりと取り入れる点がその一つと考えられます。また当時から英語でも床の間と呼ばれていた部分も日本からの影響でしょう。ちなみにフリアの寝室にも床の間的な要素が組み込まれています。このようにフリア邸の2つの展示室は当時斬新なものであったことは間違いないです。フリア邸にはピーコックルーム、クジャクの間と呼ばれる部屋もありました。これはホイスラーがロンドンで1877年に手がけたものですが、フリアーはこれをデトロイトにそのまま移築したのです。現在はワシントンの国立アジア美術館に移されて広く知られていますが、もともとはロンドンのフレドリック・レイランドというパトロンの邸宅のダイニングルームの装飾として設計されました。ホイスラー自身が描いた「磁器の国の姫君」と題名を持つ油彩画を中心に添えて設計されましたが、ご覧のように金と緑の色彩を基調とし、壁面には金泥で鳳凰などの日本美術と関連のあるモチーフが描かれ、ホイスラーのジャポニズム趣味が色濃く反映されており、当時の建築における内装の傑作と評価されています。1904年にウィスラーが没するとその翌年、フリアーは当時の所有者からピーコックルーム全体を買い取ってデトロイトへ移築しました。部屋を丸ごと移築したことによってフリアー邸のホイスラーコレクションは完結し、デトロイトはジャポニズムの中心地の一つに躍り出たことになります。このようにフリアー邸には四季の空間構成、近代的なギャラリー、ピーコックルームに特徴がありますが、今から15年前ほどに驚くような発見がありました。20世紀の間に何度も塗り重ねられた壁面のペンキを剥がしたところ、あっちこっちに建築当初の壁の色が現れました。彩色は一色ではなく、さまざまな色が混ざり合うかのようなグラデーションになっており、万華鏡的あるいはまるでサイケデリックとも呼ぶべきものだったのです。フリア本人、そして内装を手掛けたチュライヨンやデューイングが壁の色にこだわっていたことは従来から知られていましたが、この何とも言えない不思議な色彩はチュライヨンたちがしばしば描いたトーナリズムの絵画、すなわち濃淡を強調した没線描法との強い関連がうかがえ、壁面と作品の調和が意図されていたことが判明しました。私はここで注目したいのは、この壁のところどころに艶のある色彩、あるいは後ほど言及するような金銀チラシを思わせる表現が確認できることです。これらはフリアーが好んで集めた日本の陶器との関連を想起させ、その特殊なグラデーションは陶器の上薬を連想させます。
おそらくフリアは日本の陶器などとの調和を考慮し、内装の彩色を指示していたのではないかと思われます。フリアが収集した日本の陶器には、当時本阿弥光悦の作と考えられていた多くのものが含まれ、現在この鑑定は否定されているものの、上薬の色は類似しています。でフリーアーは陶器の上薬に強い関心を示していましたが、この他にもエジプトの陶器やファイアンツ、つまり陶器とガラスの中間的な物質も積極的に集めていました。1903年にデトロイトで設立されたプアビック・ポタリーという陶器の工房では、日本陶器などの上薬の影響を受けた作品が製造されています。でフリアもこれらの作品を集めていましたが、彼が新たに作ったギャラリーの暖炉もご覧のようにプアビックタイルで飾られています。このようにフリアハウスは簡潔な外観とは逆に、内装はまるで別世界のように装飾されていたことが少しずつ解明されつつあるのです。さて、このような特徴を持つフリアの邸宅はどのような文化史的な位置づけをできるのでしょうか。ここではいくつかの特質を指摘したいと思います。第一に、この邸宅はデトロイトの中だけではなく、当時の西洋において日本美術を体験鑑賞、理解する最も重要な場の一つであったということです。1892年建設以降、フリアのコレクションは欧米の美術界では徐々に評判が高まり、特に日本美術の素晴らしさは広く知られていくことになりました。ドイツで東洋美術を収集し、ケルン市立東洋美術館を創立したアドルフ・フィッシャーや、先ほどモニカ先生のご発表にも出たニューヨークのハベマヤ、そして学者とキュレーターとして有名なアーネスト・フェノロサも訪ねています。でフェノロサが1901年に初めてデトロイトを訪ねた際、1週間ほどフリア邸に滞在するのですが、その後フリアに宛てた書簡の中で邸宅を絶賛し、光悦とホイスラーを同時に見ることのできた喜びを伝えています。アメリカ人やヨーロッパ人だけではなく、日本からの客人もデトロイトのフリア邸を訪問しています。日本美術を扱う古美術商では、松木文京、周陽博道、山中貞次郎、牛久保大二郎が出入りし、フリアと親しい関係にあった増田丼能や原三慶の息子、原善一郎も訪ねています。訪問者の一人である野村道は古美術商野村洋蔵の妻であり、1908年にここに滞在しています。その年に刊行された彼女の日記には、その体験は詳しく記されており、建物の外観は純然たる西洋風ですが、内部はさまざまな色で塗られた壁の上に金銀の砂子をまき散らすなど、大いに東洋趣味を取り入れた特徴的な作りですとあります。フリア邸は国立アジア美術館のプロトタイプとしての側面もありました。1906年、フリアはスミソニアン協会と協定を結び、コレクションを国に寄贈することが決まりましたが、これ以降彼は将来ワシントンの国立機関で展示されることを前提に収集活動を進めています。ピーコックルームのデトロイトの移築もその一環ですが、フリア邸のギャラリーも現在のワシントンの展示室の原型であったことが分かります。この画像を比較されるとそれがはっきりするのではないかと思います。つまりデトロイトの邸宅は彼が亡くなる1919年までは実質的に国立アジア美術館として機能していたと言えます。フリア邸では1916年から17年まで三浦久次郎と英介という兄弟を日本から招いて住まわせたのですが、彼は日本美術の修復を行うという役割がありました。でこの三浦兄弟に関して知られるところは少ないのですが、近年彼らの活動やアメリカ旅行を写した写真アルバムが発見され、現在ワシントンに所蔵されています。知られる限り彼らはアメリカで活動した最古の日本絵画専門の修復技術者ということになります。最後にフリア邸に関して注目したいのは、その思想史上の位置づけです。フリアとその邸宅の思想を考える際、最も参考になるのがホイスラーの思想です。
ホイスラーは美におけるユニバーサリズムを主張していました。これは地域や時代を超越した普遍的な美の存在を信奉とするものでしたが、ホイスラー自身の作品には東西の美術のさまざまな要素を融合しようとする試みが認められます。で、彼の影響を受けたフリーアーは世界中から優れた作品を一堂に集め、それらを総合に比較することを通じて普遍的な美の存在を追求したと言えます。晩年のフリーアーは中近東やエジプト、中国の作品にも手を伸ばし、美におけるユニバーサリズムを実現しようとしました。彼の邸宅はこの試みの一環として得意な内装が施され展開していったわけです。コレクションは世界各地の美術品を比較させるだけではなく、建築内外の環境と融合しながら邸宅そのものを総合芸術として体感させるように構想されていました。これはホイスラーがピーコックルームで目指した構想であり、フリーアー邸の壁の彩色が目指した効果でもありました。壁面の彩色におけるそのさまざまな色や濃淡のグラデーション、ここに巻かれた金銀箔のような金泥はあたかも工芸品の表面を覆わせるものであり、建築と工芸を融合した総合芸術として姿を浮かび上がります。本質はデトロイトのフリーアー邸とその得意な内外装、そして日本美術を展示したフリーアーの試みを紹介しました。現在デトロイトではフリーアー邸を保存するだけではなく、そのオリジナルの状態を復元する取り組みが続けられています。こうした活動が結実すれば、19世紀末から20世紀初頭における日本美術のアメリカでの需要、当時の西洋世界での理解が明確な形で姿を現すのではないかと思われます。ご清聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは早速対談を始めさせていただきたいと思います。モニカ先生には今日本当に幅広くスパンの長い、そして初公開の画像もおそらくふんだんにお見せいただいた大変貴重なテーマに触れたご発表をいただきました。でまずはなんていうんですかね、かなり広いテーマから始めていきたいと思うのですが、それはこの対談のテーマは海外における日本美術の需要、その見方がテーマにするんですが、それを聞くとやはりジャポニズムという言葉が思い浮かぶと思います。ただジャポニズムという現象は一元的ではなくて、やはり特に近年の研究によるとさまざまな地域によって違う特徴を示した現象であるというふうには考えられているのですが、モニカさんがニューヨークのメトロポリタンの日本美術収集の歴史を通してニューヨークにおけるジャポニズムをどのようにご覧になっていますか。まず興味深い講演会ありがとうございました。とても勉強になりました。ジャポニズムは非常に深い複雑なテーマで、まずヨーロッパとアメリカのジャポニズムの区別が必要ではないかなとは私が思ってます。ヨーロッパではよくジャポニズムの始まりとして浮世絵収集活動が見られますけれども、特にメトロポリタン美術館とニューヨークはちょっと違う方向性があって、発表でも触れたように工芸から入ってきました。ハベマヤ夫婦はよくパリまで行ってメリカサと仲良くしてるから、ハベマヤコレクションはフランスのジャポニズムの影響を受けていますけれども、エドワード・シーモアとかティファニーの周りの人も、ある程度フランスを見てます。また博覧会にも参加していて、フランスの影響ありましたけど、そのデザイン性の高いもので興味があって、またティファニー社が制作したいものに何の影響が必要と考えながら、ロマンガラスとかイスラム系の金工品と中国の陶磁器と日本の工芸品も集められていますので、結構幅広い収集活動がニューヨークで行われています。なるほど。それをやはりニューヨークのそのコレクターたちはデザインから日本美術に入っていくという、そういうことでしょうかね。
それで興味深いのはやはりデトロイトとまたボストンと比較することなんですが、ボストンの場合は本当に例えばアメリカの文脈の中では古い方なんですが、本当に仏教に関心を持っている人たちが多かったと思います。でそれはやはりニューイングランドの思想にも関連してくるので、トランセンデンタリズムというんですか、超絶主義、エマーソンとかソローとかそういう思想家が提唱した特にその個人の心理を何て言うんですかね、内面における心理を探求する試みを重視したような思想なんですが、それが仏教に対する関心とつながりがあるのではないかと思います。で実際にはビゲローとか、ビゲローは比叡山の近くの法明院で修行を受けてるわけなんですけど、フェロロサはそこでも修行を受けて菩薩会まで受けてるのですね。ですからボストン美術館に仏画が多いことはそれによるところがあるのではないかと思います。またモースという人が動物学者であって、やはり体系的にものを集める考古学とか、人類学的にものを集めて体系的に集めるのが一つ挙げられると思います。デトロイトにはフリアにはそういうところはあまり顕著ではないですね。フリアはおそらく仏教にはどこまで関心があったのかっていうのは疑問です。あと体系的にものを集めるよりも美の普遍性を強調して、やはり美を基準としていろんなものを集めて比較していくっていうのが彼の集め方だったと思いますが、それを受けてニューヨークではどのような要素を考えられますか？なんかボストンの要素と全く違って、仏教で興味があった収集家はほとんどいらっしゃらなかった。それに対してさっき言ったように工芸品に関する興味とデザインで興味深い人々が一生懸命日本美術品を集めていたんだけど、日本の美術の歴史やと岡倉天心とかフェンノローザみたいなリーダーシップを持っている人がいらっしゃらなかった。だからさまざまなちょっと個性を持っている収集家が一気に動いてますけれども、一つの方向性よりも自分で自分のアパートで飾りたいものとか自分の目的に合うものを集めた人々の本当に塊です。そしてデトロイトの話とちょっと似ているではないかな。メトロポリタン美術館の一つの特色としては設立されたところから世の中の文化全面的に紹介したかった。だから一番大きな文化とかヨーロッパの絵画だけではなくて、中国の工芸、日本の工芸、また本当に世の中に存在しているさまざまな技術と考え方を含めてアメリカ人の教育のためにこの美術館が設立されていますので、ある程度普遍的なフィロソフィーとか普遍的な考え方が基礎になってます。それは本当にアメリカのコレクション形成の一つの特徴だと思うんですが、やっぱり教育活動につながるという収集活動でしょうかね。はい、フリーアも1906年に国と協定を結んで寄贈することが決まったんですが、おそらく2年後に日本から増田ドンノという古美術の大コレクターが訪ねて、彼が非常にそれをびっくりするんですよね。フリーアが国に寄贈するんだっていうことで、なんか彼に対する思いが一変して、すごいなんていうんですかね、敬意を払うようになるっていうふうに言われてるんですけど、まさにそうだと思いますね。もう一つ付け加えると、さまざまな国の、美術工芸品の中に日本美術を展示するという点ではやはり個人のインテリアもそういうふうに思うんですが、まさにモニカさんがお見せしたさまざまな内装の風景っていうのはそうだったんですよね。やっぱり当時和室という概念がまだ成立していなかった時代に、やはりリビングルームとかパーラールームの中にさまざまな日本美術品を展示して、ただそれを他の文化のものとどのように融合していくのか、
調和しているのかと考えながら収集を進めてたんじゃないかと思います。そうですよね。その個人の家に関して残っている白黒写真ばっかりですけれども、あれを見るとやっぱりメトロポリタン美術館で行われて展示風景にも結構似ています。だからその作品の展示方、例えばガラスケースとか壁にどういうふうに掛け物とかモアコレクションの場合は能装束も壁に貼って、それは結構個人の家でも見られる、ところで結構不思議な感じですよね、今の私たちから見ると。確かにインテリアのその内装の、趣味とかそういうトレンドを考えるときはやはり万博の影響も重要ではないかと思いますね。今年は日本では万博の年ですが、当時モニカさんのご発表ではフィラデルフィア万博の話が出てきたんですが、そこら辺について少しお話しいただけます。まずちょっと1873年のウィーン万博を取り上げたいと思います。今日のテーマの一つは日本工芸の需要です。だからまずその工芸という言葉はもともと日本語の言葉ではなくてウィーン万博で作品を分類する必要があって、それに対して大きな幅広いカテゴリーが必要であって、それはドイツ語から翻訳されて工芸という言葉が生まれてきます。その前に日本工芸のさまざまな分野の独特な表現がありましたけれども、その一つの言葉で焼き物、染色品、陶磁器を全部表現することができなかった。そうするとそこから西洋の美術史の影響非常に強く工芸の世界にも入ってきて、今例えば工芸をどういうふうに英語にするとか、そのまま英語で使うとか、私今デコラティブアートキュレーターと言います。でも工芸はデコラティブアートとかクラフトとか、そういう装飾美術家とかそういうところもこの万博に関する一つの大事な話題ではないかなとは考えています。確かに1876年のフィラデルフィア万博は同時に日本美術品に関する興味と工芸に関する興味を代表している万博で、この2つは重なっているので、いくつかのニューヨークのコレクターたちフィラデルフィアまで行って作品をまずあそこで購入して、そこから日本を訪れとか日本の美術品をニューヨークの古美術商から購入することになり、ハーヴェイ・マイヤーもそうですし、サミュエル・コールマンもそうですし、エドワード・シモアも。だからそういうデザイン性の高いもので興味があった人々はフィラデルフィア万博で印象を受けて、それに関してティファニー社もその万博で何が売れてるとか何を売ることができるという考えるようになりますので、そのジャポニズムとある意味で古美術商の動きと、またアメリカで生まれたデザインの商売もつながっています。そこでぜひテーマとして挙げたいのはやはりその仲介者の役割なんですが、美術コレクションが収集されて形成されていくと、やはり我々は大抵そのコレクターの個人的な趣味とか主観性を強調するところはあると思うんですが、実際は非常に複雑なプロセスであって、さまざまな人たちが介入して仲介役を果たしたり影響を及ぼしたりするわけなんですが、そこら辺に関してニューヨークのコレクターはどのような仲介者が影響を及ぼしていると言えますかね。日本美術の収集家の一部は日本を訪れたことは全然ないです。ニューヨークの古美術商を通して作品を集めていて、例えばエドワード・シーモア日本まで行ったことはないですので、まず桐生交渉会社修行博道が担当していた会社が日本の工芸品に関しては明治時代のものも江戸時代のものを販売してるから、その時に区別はなかなか難しい。だから1870年代にそのメトロポリタンに入ってきた作品に対しての古い記録が残ってます。
それを私が見ると明治時代のものに対してもこれ17世紀のものというふうに記録されていますので、勘違いあるいは値段を上げるためのちょっと嘘とか、そういう古い記録も結構研究テーマとして面白いではないかなと思います。そして発表でちょっと取り上げたベンタインスというオリエンタルショップがあって、ベンタインズの場合はアメリカ人が担当しているお店ですので、日本人があんまり関わってない、少しだけ横浜の人々が応援してますけれども、ベンタインズ自分自身の好みで作品を日本から取り寄せてアメリカ人に売ってる。また例えばブリンクリーの場合は彼は長く横浜に住んでて日本語もできる方々で、ブリンクリーの周りの人の助言を受けて日本の陶磁器を集めている。そうするとチャールス・スチュワート・スミスというニューヨークのコレクターが日本美術についてほとんど何も知らずに、ただブリンクリーのコレクションをまとめて買って美術館に寄贈している。そうすると彼の好みは全く入ってないブリンクリーの収集活動を影響しているコレクションになってます。モニカさんの発表にも浮上したんですけど、やはりずっとその間影を落としているのは山中貞次郎、山中商会だと思うんですが、山中商会は本当に恐るべき商会で、もういろんなところに視点があって潜在的にいろんなコレクション形成に深く関わっていたような気がするんですが、そこら辺でこれっていう山中貞次郎の影響とかそういったのは何か気づいたところありますか？そうですよね。山中商会はメトロポリタン美術館に寄贈されていた作品の大部分の背景になっている。収集史を研究するときに寄贈された方の名前しか載ってないので、彼が作品をどこから購入したということは研究で発見するしかないです。だから貞次郎の資料館が残念なことに大阪で失われていたから深い研究が難しいんですけれども、記録に残っているデータを見ると高級な日本美術を大阪と京都で集めて、そしてクライエントに何が一番売れそうを考えながらニューヨークに持ってきます。山中商会はやはりいろんな大都市に視点を持って、なんかこれという趣味があるわけではないんですが、やはりその市場を詳しく把握して少しそれコレクションに影響を及ぼしているところあるんじゃないかというふうには思うんですが、フリアの場合は本当に興味深いのは、フリアも当時アメリカで活躍した山中商会とか、あとボストンにいた松木文教で日本の古美術商からも作品を購入してるんですが、やはり彼は直接日本に行って、日本では日清戦争が終わった1895年にちょうど第4回内国勧業博覧会っていうのを京都の岡崎公園で見てるんですね。それも大きな影響を受けたり、あと直接日本のそういう道具屋さんから物を買っていくのですが、そういう意味ではニューヨークとはちょっと違いますね。であといずれ1907年に原三慶と増田どんのとか日本の実業大コレクターと会って、非常にそのコレクションを見ることによってちょっと収集の集め方が変わっていくような気がするんですが、それを考えるとやはりジャポニズムには地域性もありながら、やはりそのネットワーク性っていうのもあるんですが、限られたその人たちの中ではやはりネットワーク的につないであって、それは地域の特徴を超越するようなファクターでもあったように思います。そうですよね。コレクターたちの好みよりもディーラーの好みが強いではないかな。そうですね。モニカさんのご発表の最後のところにテーマとしてもう一つ浮上したのは、やはり装飾美術対
純粋美術というカテゴリーのそのヒエラルキーっていうんですかね。我々はよくやはり美術と工芸というふうにはっきり分けて考えているんですが、当時は純粋美術、装飾美術で、モニカさんも装飾美術のキュレーターであるということは知りましたが、これはやはり向こうのバイアスがあって、ずっと長年もう本当に19世紀から美術学校とかでそれは受け継がれていたものだと思うんですけど、美術つまり絵画や彫刻には高い価値を与えて、工芸にはそれほどではない価値を与えているって、そういうことなんですが、それはメトロポリタンのその歴史を通して、その現代までどのようにモニカさんはそれの展開を見ていますか？メトロポリタンで行われた収集資料を見ると、最初の30-40年はほとんど工芸中心で、最初に日本の屏風とか掛物を購入されたのは1915年以降になりますので、結局メトロポリタンのコレクションに16,000ぐらいの日本美術品が含まれていまして、その中で浮世絵4,000点、さまざまな絵画、屏風と掛物も含めて2,000点ぐらい、あとは1万ぐらい、9,000点ぐらいは工芸品。それなのに工芸を専攻している学芸員の活躍、今まであんまりなかったんですけれども、主に絵画を専攻している方々が学芸員として勤めていまして、最近焼き物展覧会の準備で収蔵庫に行って、もう30年40年全然開けてない箱を私が開けて、ああこれいいねと思いながらこれ展示したいという作品いっぱい最近発見しました。そうするとそのコレクションとして大きい工芸の集まりをどういうふうにもっと今から活躍することができる。例えば学生さんを連れて作品閲覧を担当するとか、セミナーをやって、もうちょっと日本工芸品についての情報を幅広く紹介したくて、そしてメトロポリタンが持っている工芸品に関してももっと、展示とか発表とか本を今から出していきたいと思います。やっぱり大学でも日本工芸についての教え方が影響されているではないかな。それはおっしゃる通りで、やはり大学での責任は大きいと思います。大学でもやはり美術史で日本美術に関心を示す学生が多いんですが、どうしても先ほど申し上げた美術のそのヒエラルキーが働いて絵画や彫刻の方に行ってしまうという、そういうパターンが成立していますね。で我々も本当により多く工芸を専門にする学生たちを育てていきたいと思っているんですが、やはり大学においてそうするには工芸においての思想史みたいなものを強調していかなければいけないと思います。これも内田館長の光琳蒔絵の本でもお書きになっているんですけど、やはり工芸は本当に視覚的にも素晴らしいし、思想史的にも非常に興味深い。でその思想史にはやはりその作者の思想もあって、それを尊重しながらその制作背景とか、あるいはその日本から離れて今日のお話みたいに海外におけるその環境の中に組み込まれていくことによって、新しい思想空間の中でやはり展示されていくっていう、そういう運命をたどるその工芸作品が多いので、それはやはり向こうでいうインテレクチュアルヒストリーでもあるんですね。でそれをその作品の作り方や素材のことを勉強しながら、作者のことを勉強しながら、その思想史的な側面を取り入れることによって、より豊かな日本工芸史、伝統工芸史を語っていけるのではないかと思うんです。でそれになると、やはり大学でも何て言うんですかね、組み入れやすい分野としてなってくるのではないかと思います。やっぱり学芸員としても大学の先生としても日本の工芸をどういうふうに分野として設立することができるという大きな質問ですよね。その一つの大きな問題は日本の工芸品の大部分に銘が書いてないですので、
そうすると絵画と比べると誰がいつ作ったということを資料上で証明することはなかなか難しい。それは一つの大きな違いです。もう一つはその工芸品の年代を決めることは、よくコナッサーシップの問題になります。ある先生が見てこれは17世紀、もう一人先生が見てたこれ19世紀、そういうふうにやっぱり学問的な分野として認めてくれる方々が結構少ないですよね。そういう意味ではモニカさんは北米で活躍して工芸を専門として活躍している唯一の日本美術の学芸員として非常に貴重な存在であるように思っておりますが、本当にそれはおっしゃる通りであって、その工芸品が、日本の工芸品がインテリアに展示されていくことによってなんていうんですかね、違う文脈の中でその意味性を持っていくことになると思うんですが、それに関してモニカさんはやはり今その現在メトロポリタンで行っているお仕事、展覧会の企画、常設展示のプランなどを構想される時には、昔のそういう工芸の展示法から何かヒントを得ることはございますでしょうか。あんまり昔の展示方を参考にはしてないんですけれども最近メトロポリタン美術館も近現代の工芸品を収集することになって、そのおかげで私ができるのは古い作品、江戸とか中世の作品と近現代の作品を隣に並ぶこと。それまだ日本でちょっと難しいんですので、たまに私の遊び心も含めてその古い作品に見られる技法とか図像学はどういうふうに近現代の作品につながっているということをギャラリーで紹介することができますので、それは一つの楽しいやり方ではないか。今日は多くのそのインテリアのその画像をお見せいただいたんですが、私はフリアハウスを調べることによって本当に思うようになったのは、当時アメリカで流行ってたハウスミュージアムですか、やはりそのまんまコレクターが亡くなる後にその邸宅を美術館に変えていくというトレンドはなかなか興味深いもので、ボストンのガードナーミュージアムとかニューヨークのフリックミュージアムはまさにそうですよね。なんかそういった環境の中で工芸品を展示すると本当にもう素晴らしく映えるのに、あれを美術館に移転するとなんとなく物足りない感じがする場合が多いんですが、で美術館の中でやはり作品っていう個別の周りにその日常的なものが置かれていなくなったり、壁色が変わったり、なんか数人でそれを、囲んで鑑賞するっていうそういう環境が全く気配が失ってしまうわけですから、本当にそれは美術館にとっては大きなチャレンジですね。その工芸品の組織としての美術館の中での展示ということですが、そこら辺に関してはいかがでしょうか。そうですよね。工芸品の展示の環境を作るのは結構複雑。なぜかというと例えばハーベンマイヤーアパートにあった作品をメトロポリタン美術館のさまざまなデパートから集めることはできますけれども、展示するのは結構複雑で、なんか古美術商みたいな感じになりますので、どういうふうにきれいに展示することができるは大きなチャレンジです。私はいつも思うんですが、それは河合先生、河合正智先生が初めてアメリカにいらした1960年代にはメトロポリタンの会場にもご覧になっているんですが、そこではやはりなんていうんですかね、展示風景がやはり工芸が主流だったっていうふうにはおっしゃってると思うんですが、そのなんていうんですか、環境がやはり戦後までずっと続いていたのに、やはりそれを新しい形でそういう環境に取り戻すっていう、そういう動きがこれからは重要であるのではないかというふうには思います。そうですよね。私今日触れましたのは大体第二次世界大戦までのメトロポリタンに行われた収集史活動、戦後はちょっと違う方向に行ってますので、パカードコレクションと、最近ベーコレクションも
入ってきましたので、結構その方向性として違います。だけど今からどういうふうに工芸品をアメリカ人に紹介することができるとか、次の世代に教育のためにコレクションを生かすこととか、大学とのコラボレーションできるかどうかということを私も非常に期待してます。本当にその話を伺うと、メトロポリタンはどれだけ特殊な贅沢な環境であるかっていうことを思い浮かぶんで、それには功があれば財もあるっていうことなんですね。ぜひモニカさんにこれからも頑張っていただきたいと思います。それはありがとうございます。じゃあここではもう時間になりましたので、ここで対談を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。少し時間がありますので、会場から少しご意見をいただきたいと思います。はじめに、モニカ先生、リピット先生、ありがとうございました。今日はアメリカにおける日本美術の需要ということでお話をいただきまして、デトロイト、ボストン、ニューヨークでそれぞれ違った形で収集が始まったということと、これはまたフランスを中心としたパリのジャポニズムの重要なあり方とまた違った形でニューヨークといいますかアメリカで行われてきたということ、それからメトロポリタンのコレクションの形成が工芸から始まったということ、それから個人のコレクターの中で仲介者の存在ということも非常に重要なこと、そして最後にやはり装飾美術と純粋美術、私どもはどちらかと言いますと純粋美術と応用美術という形で日本では言っておりますけど、このヒエラルキーがあった、そのお話が最後に非常に面白くその重要なあり方があったんですけれども、一つ先にモニカさんにご質問させていただいてよろしいでしょうか。日本の美術のジャポニズムの起こりは明治確か6年だったと思います。ウィーンの万博がスタートだったと思います。でその時に先ほどお話がありましたように美術と工芸という言葉が生まれてくるわけなんですが、当時は確か日本の美術はやはり絵画とか日本の絵画等はですね、いわゆる家具に属していて、美術品に認められなかったと、欧米の概念でですね、ちょうど18世紀の終わりから20世紀の初頭にかけて欧米において美学美術史美学芸術史ですね、芸術学が成立してくるわけですけれども、そういう中でその装飾美術に含まれるようないわゆるどちらかというと絵画よりも価値の低い工芸品がメトロポリタンでは最初に収集されたということのその辺の意味というのは、アメリカ人はその辺は日本の工芸というものを非常に美術と同じように見ていたのか、例えば岡倉天心が非常に日本の美術を欧米に認めさせるために大きな苦労をされているわけですけども、で初めてシカゴの万博の時に確かですね、日本の美術が初めて美術館に並べられたんですね。でそれ以前は日本の美術というのは美術館に並べられないで、いわゆる産業館のようなところに並べられていたわけですね。で初めて日本の美術がシカゴの万博で認められて、しかしそれ1回だけで消えてしまうんですけれども、その辺の芸術学なりヒエラルキーのですね、絵画と工芸の成立期において、なんでメトロポリタンは工芸から最初の40年間は工芸からスタートしたということなんです。その辺のちょっといきさつとか理由とかっていうのは分かりますでしょうか。大きなご質問で、多分最初の収集家たちはまず自分のアパートで何が一番飾りやすいという感覚があって、日本の屏風とか掛物はちょっとスペースも必要で、最初の時は多分アクセスも限りがありまして、
そうするとやっぱり工芸から入ってきてニューヨーク人は自分のアパートをきれいに飾るためのものをいっぱい集めてて、そしてそれがメトロポリタンに寄贈されている。だけど先生もおっしゃったように日本の美術の歴史を見ると江戸時代になると工芸と絵画の区別はあんまりないです。そして最近これをどういうふうにまたもう一回メトロポリタンで表すことができるということを考えた時に、例えば屏風をいつも屏風として展示します。それの代わりに屏風を蒔絵の婚礼調度品の背景として展示すると、屏風は蒔絵と同じレベルのものであって、屏風は蒔絵より大事とか高級という視点がなかった江戸時代の婚礼調度の歴史を見ると、そういうふうにちょっと展示方をどんどん変えつつもともとの日本の美意識の環境を作ることもできるではないかなと私が望んでます。ありがとうございました。ちょっと答えにくい質問を。答えにくいです。そうです。おっしゃる通りです。それで私がもう一つお伺いしたいことは、リピート先生からのお話の中でも、その18世紀末から20世紀の初めに芸術史、美術史が確立していくわけですが、ヨーロッパ欧米ではやはり絵画彫刻中心の美術史が形成されてきまして、それが日本にも輸入されてくるわけなんですね。ですから日本ではやはりどうしても絵画工芸彫刻中心の美術史が形成されてきたわけですけれども、私は工芸の研究者でございまして、工芸を研究しておりますと、やはり日本美術全体を見ていくと、どうしても日本の美術の特色は工芸にあるんだろうというふうに考えておりますんですが、この辺り慶応で長年絵画をご専門に教鞭を取れてこられました河合先生からちょっと一言ご意見をいただけませんでしょうか。こっち側向いて喋らなきゃいけないですね、もう今日は今日野入先生のお話でも圧倒されてもうなんか言葉も出なくなってるんですけども、またビンチクさんとリピットさんが非常にアメリカにおける日本美術の需要っていうことをね話されているんですけど、割と僕内田さんのビンチクさんに対しての質問ね、なんでメトロが工芸をその絵画じゃなくて工芸を集めたんですかっていうのは、それは西洋人は日本の美術っていうのは工芸以外にないと思ってるからですよ。全て日本の美術っていうのは工芸だと思ってるんですね。それともう一つはですね、内田さんもやってらっしゃるでしょうけども、我々は絵画を鑑賞する時もですね、お茶席っていう中でですね、絵画とか工芸を区別して鑑賞しますか？つまり日本の美術の鑑賞法っていうのはアンサンブルなんですね。だからフリアがうちの中にああいうふうに工芸的なものと絵画的なものを一緒に並べたっていうことは、フリアは日本の美術の鑑賞法を知ってたってことなんですね。でリピットさんがさっきおっしゃったけど、1968年にね僕ちょっとアメリカにいて、でボストン美術館とフリアは見ましてね、でボストン美術館もフリアも絵画がいっぱいあるわけですね。でその後メトロポリタン美術館に行ったらほぼないんですよね。アラン・プリーストが買ったっていう有名なね、コリンのカキスパタズビルのね、それぐらいと、もう一つ戦前だろうと思うんですけども、コリンの波の絵があってね、あとはほとんど絵画らしいものがなくて、中二階っていうのかな、今も並んでますよね、工芸品がね。あそこに工芸品が、日本の工芸品が並んでて、それで今
今は中国のギャラリーだけですけども、大きな明時代かなんかの壁画があるじゃないですか、あの下に2つだけ屏風が並んでてね、でその後倉庫の作品を拝見しても本当にないんですよね。ハーベマヤさんのものが少しあってね、で上に安倍さんっていう修理師がいて、それでハーベマヤさんっていうの川の屏風あるじゃないですか、なんていうの、渓流の書かれてるね、あなたが出した、であれを修理してたんですね。でほとんどそれ以外はあまりなくて、で非常に不思議に思ったんですけど、その後ヨーロッパに行きまして、ヨーロッパの美術館を見てると、今ケルンを除いてね、美術館っていうところに美術品が並んでないんですよ。ほとんど、大博も大博物館ですからね、それからあとはほとんど応用美術館とか民族美術館とか、そういうところに日本の美術があって、そもそもヨーロッパのその日本美術の収集っていうのは民族学的な、あるいは歴史的な資料としてシーボルトとかイギリスのアンダーソンとか、そういう人たちがみんな持ってったんですね。美術として扱ってなかったんですね。でしかも工芸品が主としてあるということで、それで僕はやっと気がつきまして、日本の美術っていうのは工芸だなっていうふうに思ったんですね。工芸が最も日本の誇るべき造形芸術、あるいは西洋人が日本の美術を見ようとしたらば、屏風とか絵巻物っていうのは、あれは西洋美術における絵画の範疇に入らないんですよ。でそれは僕は大学で古い様式論っていうのをベルフリンとかね、それからリーグルとかそういう人の方法論を勉強したんで、ますますそれじゃあ日本の絵画っていうものを西洋人は工芸として見てるんだなっていうことに気づいて、室先生に相談して、もっと日本の学生に工芸を教えないといけないっていうことで、割と僕は今ビンチクさんもさっきおっしゃったように、工芸と絵画、要するにファインアーツとアプライトアートの境目がないんですよね。でそういう特色があるっていうことは、これはノリ先生がおっしゃったように、やっぱり日本人は日本語で喋れというのと同じで、日本人は日本らしいものを外国に伝えていくっていうか、発信していくっていうことがこれからすごく重要で、そういう意味で工芸の先生たちここにいらっしゃるんですけど、頑張ってほしいっていうのはちょっと言い方あれなんですけども、本当にそういうふうに、僕は絵画師なもんですから一層その感が強いんですね。そんなことでこのフォーラムのコーディネーターに入れていただいたのも、割とそういうもう一度日本美術を見直そうとか、あるいは日本美術の発信をしたいっていう時に、やっぱり工芸っていうものを十分に考えながらやらなくちゃいけないなっていうことで、それとノリ先生のお話でもう反省することがいっぱいあって、学生の教え方が悪くてブーメランのようにぶつかってきて、学生の「お前たちはしょうがないな」って言っても、その後教えたのは自分だなと思ったりすることが多いんですけど、一つだけこれは少しいいかなと思ったのは、一番になるよりもオンリーワンになるってことは本当に大事なことだなと思って、それはちょっとやってるかなと思います。ちょっとなんかあまりまとまりもない話になりましたけども、今日本当に有意義なお話を伺えてありがとうございます。